にちは、坂上ひろみです。今日はじゃじゃん、こちら村上春樹の街とその不確かな壁。村上春樹の新作読んだので、感想や面白いポイントなどをレビューしていきたいと思います。皆さん読みましたか？私はね、これ発売日当日に手に入るように予約をしていて、当日買いに行きました。まずこの本のプロフィールから説明します。この作品はもともと1980年に文芸誌の文学界で街とその不確かな壁っていうこの点がついてるんですね。街と点、その不確かな壁。これ点がついてますからね、元の作品には。こっちにはついてないけど、その中編小説が元になっています。でもね、当時村上春樹はその作品納得がいってなくて単行本化されていません。まさに幻の作品と言われていました。それを書き直そうっていう風に村上春樹は決めるんですね。今回みたいにこんなに長編は書けないって当時は思ったみたいで、2つの作品にして重なり合うようにストーリーが進んでいけばいいなっていう風に思ったみたいで、そんな中発表されたのが世界の終わりとハードボイルドワンダーランド。これが1985年に単行本化されています。で、それから歳月が経過していって、村上春樹もプロの作家としてこれだけ有名になりましたね。自分の作家人生を見直した時に未完成作品だっていう風にずっと思っていたみたいなんですね。当時はその対応として世界の終わりを出したんだけれども、また違う形で書き直しができるかもしれないっていう風に感じて、今回これ村上春樹的には上書きという形ではなくって並立し補完し合うものとして書いたみたいです。本人もこの作品はまさに喉に刺さった魚の小骨っていう風に表現していて、書き終えた時にこれは本当に大切な小骨だったっていう風に言っています。あらすじはこれから少しだけ説明するんだけれども、それはあくまでもこの作品の面白さ良さの10分の1にも満たないかもしれない。それぐらいあまりあらすじに意味がないものとして捉えてください。主人公の男性は2つの世界を行き来します。一つの世界はまさにこの高い壁がある街の世界ですね。すごく幻想的な世界があって、そこの世界と現実の世界を何回も行き来していくっていうところからスタートしていきます。まさにね、その幻想の世界が変わっていて、そこの部分が最初は読みづらいかなというふうに思います。そんな中で大好きな女の子ができて、その青春物語だったり、どんどん主人公が大人になっていくにつれて、ある女性と知り合ったり、職場である男性と知り合ったり、その人の人生だったりに関わっていくことによって自分の中でも様々な成長や経験がある。そしてまた2つの世界のボーダーを感じたり、またボーダーレスになっていったり、そして2つの世界がどんどん入り混じっていって、それが様々なメタファーを起こしていてっていう風にどんどん進んでいく物語になります。って言ってもね、多分これあらすじ言っても全然意味がわからないと思います。そう、それでいい。これはあくまでもストーリーを楽しむというよりかは空気感を楽しむものであって、村上春樹自身を楽しむって言っても過言ではない、そんな村上ワールド全開の作品です。最初読み始めた私の感想は150ページぐらいまでもうその世界に入り込むことが難しかった。そう、あれ私これやばいかも、読めないかもって思ってどうしようって思ったぐらい。でもだんだんその世界観に慣れていって、ベースが完成した時にどんどん走り出していって、もう200ページぐらいからはどんどんページをめくる手が止まらなくなりました。なのでこれを読んで、結構これ長いページ数なんですよ。650ページもあるからすごい長い作品。でも気長にそのベース作りとして最初はちょっとだけ耐えてほしい。最初からズンズンいけるよっていう村上ファンだったり、村上春樹ワールドに慣れている方だといいかもしれないけど、なかなか常にね村上春樹を読んでいるよっていう方じゃないと、ちょっとその世界に馴染むまでは時間がかかるかもしれないなって思いました。そんな感じで200ページぐらいからずっと面白くなっていって、私はこれね本当に今回読めてよかったなって思いました。そんなわけで
これを楽しむためのポイントを説明したいと思います。でもね、これはあくまでも私の意見だから、村上ファンからしてみたら「おいちげえよ」ってなるかもしれない。様々なね読み方があると思うので、皆さんそれぞれの読み方を楽しみつつ、村上春樹まだあまり読んだことないよっていう方は参考にしていただければと思います。まずね、この物語の中には2つの世界の対比とボーダーっていう大切なポイントが出てきます。高い壁に周りを取り囲まれている街と現実世界、そして自分の中でも自分自身とその影っていう風に二項対立がずっと続いていきます。その2つの存在は何をメタファーとしているのかっていうのを感じていくっていうことがこの物語の面白さなんですね。なぜならば村上春樹はそれを何のメタファーなのかっていうのを説明していない。最後まで余韻を残しつつ雰囲気を提供し続けてくれている。だからこそ私たちはこれを一体何の表現なのかなって楽しむことができる。例えば私の場合はこの二項対立、意識と無意識だっていう風に設定をして途中から読み始めました。途中まではね、一体村上春樹はこれ何の比喩で表現しているんだろう、何なんだろうってずっと分からなくて、そこを模索していったんだけれども、途中からこれ答えを示さないやつだ、こちら側に判断を委ねてくれてる、つまり読者への信頼があるわけですよね。信頼してくれているからこそそこは楽しんでいこうと決めて、途中から私は意識と無意識っていう風に設定をして最後まで読み切りました。もちろんこれはまさに意識と無意識の説明をしているなっていう部分もあれば、ちょっと違うメタファーかもしれない、ちょっと設定違ったかなって思ったポイントもある。でもそんな部分も含めてそういう読み方を楽しむことができた。なので意識と無意識を表現しているって言いたいのではなくって、この2つの存在に自分が何を置くかっていうのを楽しんでもらいたいんですね。例えば生と死とか、私みたいに意識と無意識もあるし、自己と他者とか善と悪とか、まさに現実と妄想とか、もう何でもいいわけですよ。世の中に存在している、二項対立にしうる2つの対象物っていうのがあれば、そこを当てはめていくとすごく自分の中でグッとくるポイントがある。そこがもう最大のこの本の楽しみ方だなって思います。途中からその2つの二項対立だったはずなのに、どんどんそのボーダーが薄れていくんです。そのボーダーレスになっていく様っていうのもすごく面白いんですね。他にもね、楽しみ方としては、ちっちゃなポイントで言うと、一人称が僕から私に変わっていって、主人公の年齢だったり場所だったりをその一人称の示し方、表現の仕方によって書いているよっていうポイントもあるし、あとね、もう一つ私がすごい思ったのが、この物語の中って私たちが普段認識しているものと認識していないものっていう常識が全く通用しない。その差がすっごい面白い。ここに出てくる登場人物たちは私たちが普段生きていてこれ認識しているよねっていうものを認識していなかったりするし、普段私たちが認識していないものを彼らは認識していたりするし、その差がすごい面白いんですよね。人間って生きていると認識しているもの、認識していないものって割と共通していて、みんな同じだよねって感じてるけれども、そのベースが変わってきているんですね。そこがまさに楽しめるポイントだなって。だから読むときにこの主人公なんか自分と認識が違うな、自分が知らないことを知っている、自分が知っていることを知らないとか、そういう見方していくとすごい面白く読めます。そして今回ですね、私これ読むにあたってあるコメントをいただきました。海外のブックチューバーさんからの村上春樹の評価として、いわゆるミソジニーだっていう表現があるんですね。ミソジニーって何なのかっていうと、女性に対する嫌悪だったり蔑視だったりを示す言葉なんですけれども、村上春樹はミソジニーだっていうような意見があって、ちょっとした話題というか炎上というかみたいな風になっているよっていうコメントがありました。そのコメントくださった方も、私はそういう風に見たことなかったからびっくりしたっていう風におっしゃってたんですけど、私もそうで、そんな風に見たことはなかった。むしろ私たちからしてみたら海外にいる人だし、そういう意見もあるのかと思って結構びっくりしました。私はこの視点面白いなと思って、そういう視点で村上春樹を見てみようと思ってちょっといろいろね見てみました。
いわゆるね村上春樹っていうのは複数人と関係を持ったりだとか常にモテて仕方がない相手から好かれる男性なんだけれども自分はあまり好きじゃないっていうことだったり、そして女性に対して常にあまり美人ではないがとか美人だとか、結構今でいうルッキズムのねちょっと問題に当たるような表現も昔は結構ありましたね。それは昔のその村上春樹色としてね結構有名なんだけれども、その部分がやっぱり海外の感覚からしてみるとちょっとおいおいおいってなる、その気持ちはよくわかります。でまさにね女のいない男たちなんてミソジニー的な主人公ですよね。そうだから、そう言われてもおかしくないなとも思うんですが、私ね今回のこの作品そういう視点も含めて後半は読んだんだけれども、今回ねだいぶね村上さん修正したっていうぐらいちょっとその批判に該当する部分が私は見当たらなかった。本当にないと思います。なぜならばいわゆる日本でね村上春樹苦手でっていう人の声に当たるような性的な描写っていうのもすごく少なかった今回で、あとはルッキズム的な表現も本当に少ないし、ちょっとモテて困るぜみたいなのはあったけれどもそれはもう村上春樹だからちょっとぐらいは出してくれっていう感じで特に気にはならなかったので、今回のねこの新作に関してはそういう部分はなかったです。でもね今までの作品で考えると確かに言われてもおかしくないなっていうのは本当にそう思いました。で海外のねジャーナリストにも聞いてみたんだけれども、やっぱそういう意見っていうのは昔からちょこちょこはあって、で海外だと結構ね昔からそこの部分にフォーカスしがちで、女性への価値観だったり女性を表現する時に特に気をつけるっていうのが日本よりも昔からあったから、少数ではあるけれどもそういう意見はあったよっていうこと。でもあまりにもそこを今取り上げるのはやっぱり日本文学としてはちょっと違うっていう風にそのジャーナリストは言っていて、私もそう思うなって思いました。なぜならば日本文学って、今でもね注釈として当時の表現そのままにしていますっていう風に書かれてしまうぐらい、昔の日本文学であればあるほど女性への価値っていう意味で言うとやっぱりいろいろひどいものはあったじゃないですか。有名作家であればあるほどね。だからそれは時代によって価値観も表現もいっぱい変わってきている。だから今後村上春樹がどんどんねこうやって変わっていけばいいだけの話であって、時代も変化するからもちろんその内容もね変わっていかなければいけないのかなって思いました。そういう意味で言うとさ、凪良ゆうさんとか一穂道さんとかって BL 作家出身でしょ。でやっぱりだからこそそういう作品書けるわけですよ。私最近ね一穂道さんの新作読んだんだけれども、男性と男性の恋愛の話とかも出てくるわけ。やっぱり時代は変わっているっていうこと、そして最近売れてる作家さんっていうのはそういう意味でもいろんなものを書ける人じゃないといけないのかなとか思いましたね。でも村上春樹はその枠に入っているのかっていうとまた別のところ、なんかもう全くもって別枠な気がするけれどもでもねこの作品には入ってなかったので、その部分は今回は気にする必要はないのかなと思います。こういう風なのは良くないみたいな問題提起されること自体が大切なことだと思うから、そんな社会的背景も含めた意味でそういう視点も持ちながら読むのも面白いなというふうに思いました。今回長かったけれども途中からは本当にやっぱり面白かったなって思います。皆さんこれ読みましたかね。どんな感想を持ったのかすっごく気になります。よかったらコメントください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。